今世界を美人だらけにする野菜たっぷりスープライスのキッチンカーポタージェを経営しています。一昨年から音楽活動も再開しました。今年44になります。今までヒッチハイクの旅だったり音楽だったり海外を放浪したり大きい会社に勤めたりいろんなことにチャレンジしてきました。そこで恋もしたし失恋もしたしとんでもなく落ち込むことも泣くほどに嬉しいこともたくさんありました。手を手を手を重ねよう重ねよう重ねようできるならずっとそばでいろんなこと聞かせてほしい。中学高校はもう本当になんかパッとしない少年でしたね。なんか特技があるわけでは全然なく、でも家の奥の方に埃をかぶった父親のギターを見つけて、その頃ミスターチルドレンがすごく好きでアーティストの歌と歌詞とコードが書いてある本を買ってきてひたすらその中でもミスターチルドレンの曲を弾いてましたね。でギター始めても2ヶ月ぐらい経つ頃にはもう新宿の路上で終電を逃した人たちを相手に歌ってましたね。ちょうど僕は高校出るぐらい、いやもうちょっと前ぐらいからその日本はバブルが崩壊してすごい大変な不景気の時期で、うちの親族もですねその煽りを受けて自己破産したんですね。でそのせいで父親が僕のために貯めていてくれた大学進学用のお金が全部親族の借金に消えてしまって、そこから僕はもう自分の人生を模索しないといけなくなりました。で演劇学校に通ってみたり、弾き語りは続けてみたり、でもどれも結局は成果に結びつかず混沌とした日々を送っていました。もう何やってもちっともうまくいかないし、演劇学校も本当言っちゃうと詐欺みたいなところだったので、このままじゃダメだと思いながら18、19、20歳ぐらいまで過ごしていました。でもそんな時に猿岩石のヒッチハイクの番組が、テレビでやっていて、それに感化されてすごくヒッチハイクってものに憧れたんですね。それで意を決して、西日本をヒッチハイクで回る旅っていうのを計画しました。そしてこれがもしも路上パフォーマンスだけで、収入を賄って旅を完結できたらもうプロのミュージシャンを目指そうと思って決意しました。狭んだ携帯握りしめたままその空気を吸ったり吐いたり繰り返すだけ。あんだけ君の目の前で泣きベスト書いた後で今さらどんなふりかっこつけたらいいかわかんない。どうしようもない僕を本気の眼差して叱ってくれた。夢みたいな夢の話に伝ってうなずいてくれたから手放してもいいよ。
答えるから冷え性の君の体温をずっと絶やさずにいてほしいんだ。結局50代の車に乗って、食べ物もお風呂も、ほとんどは野宿でしたが生活することができたので、もうこれでプロを目指そうと決めました。で帰ってきてすぐにスタジオに入ってデモテープを作りました。すごい大変ありがたいことに最初作った10本のデモテープのうち1個がですね、渋谷区にあるちょっと有名なドラマーさんも所属するような事務所の社長さんの耳に留まって声をかけていただきました。プロのアレンジチームに入ってもらって素晴らしい CD ができました。なんと有線インディーズチャート、初登場第6位、2ヶ月にわたってトップ10入りを続けました。ですが曲はすごく褒めてもらえるんですけれど、ライブの経験がほぼなかったような状態なので、ライブに来ると音楽レコード会社の人たちがみんながっかりして帰るみたいなことがずっと続いていて、かなり落ち込みました。落ち込んではいたものの、本当に何社もメジャー系のレコード会社さんからお声掛けをいただいてたので、2作目はとことんこだわりたくって、作詞作曲もう全部 ほとんど全部僕がやりました。もうこれでダメだったら絶対ダメだろうと、これが売れないわけない、これで絶対メジャー行くんだって思ったんですけれど、2枚目出た後も一切動きがなく心底落ち込みました。CD を全国発売させてもらえるのはすごく素晴らしい経験だったんですけれど、そこからの落差は結構きついものがありましたね。高速出口、車が列をなす。6月の空気、やんわりと雨の匂い。住み慣れた街を捨て、新しく家具を揃え、まだ知らない風にさらされる。急カーブに崩れた写真に目を移す。駆け出してく景色と差し込む白い記憶。壊すことに僕ら光を見出した。もうしばらくは悩むだろう。それなりの幸せと穏やかなる日々の疲れ。そんな日々選べずに私は岸に横たわる。それでもなんとなく漠然と歌うことも好きだし、曲を書くのはすごく好きでした。だから地元新宿の歌舞伎町の路上でほぼ毎晩歌い続けていました。そんな折ですね、目の前をすごく綺麗な外国人女性2人が通りかかるんですね。あんな人止まってくれたらいいなと思ったら止まってくれて、
思い切って彼女たちのために歌って声をかけたらお友達になることができて、そして、2人いたうちの1人はカナダ人の女性で、交際に発展しました。彼女は非常に知的な方で、初めて僕は彼女から日本っていう国を客観的に見る機会をもらいました。彼女と交際していて、僕はどんどん音楽に対する気持ちが薄れていきました。ですごく無責任な態度をとってしまって、もう本当に自分は人生変えないといけないと思いました。でそれを正直に彼女に伝えたら、あなたは日本で暮らす外国人の気持ちわからないでしょと。だから1ヶ月でも2ヶ月でもいいから外国に住んでみなさいっていうアドバイスをくれて、それが妙に腑に落ちて、そうすることに決めました。でその話をした当日に事務所の社長に連絡をして音楽をやめるっていうことを伝えました。光を入れて今新しい私になる。でその日のうちに海外あちこちを旅しまくっている友達に電話をして、もうそいつが言うところに必ず僕は行くんだと電話する前から決めてまして、願わくば英語圏で英語を身につけて帰ってきて、ちょっとその後の就職とかが有利になるみたいなことを期待していたんですけれど、その友達の口から出たのはブラジルでした。そしてなんでブラジルかっていうと、ブラジルは非常に音楽が豊かだから、アツシは音楽ができるからきっとブラジル行ったらすごい経験ができるよってアドバイスしてくれました。で最後に出てきたのが彼女がもともとボランティアしてたっていうスラム街、そこならつなげてあげるっていうことだったので、ブラジルのスラム街、内心ゲーッと思いましたけど、もうこれはもうおぼし飯だと思って行く覚悟を決めました。最初は1ヶ月とか2ヶ月の予定だったんですけれど、計画を立てていくうちにもっと3ヶ月とか半年とか行きたくなってきて、それを恋人に相談したところ、そんなには待てないと、 We can be friend、 友達に戻ることができるわって言われて、僕たちはお別れすることになりました。